今回は、20の幕張のミーグリに行って、次の日ディズニーシーに行って、で、泊まって帰ってくるという2泊3日の予定を立てたので、その持ち物を紹介していきたいと思います。次はこんな感じで、これがこんな感じです。20のライブ T シャツとワンピースと、白のスカートです。20の T シャツ着た時に下に合わせようとしてるものと、あと予備の黒のシャツ。ここにあるこれが、ベルトとステールが入ってますね。イーブンセリオフです。で、これがスタディケースです。スタディケースがいろいろこう、絡まるのに全部小分けにしてあります。で、これが一応シュシュです。配布物があったりとか、パンフレットがあったりとかした場合に持って帰ろうと思っているものです。で、このペラペラのリボンのにはパジャマが入っています。これが靴です。黒のドレッシーな靴なんですけど、写真撮るのにちょっとドレッシーなのが欲しいなと思って持ってきています。これが下着ですね。ブラとか靴下とか。で、こちらは、今日まだ使うんですけど、明日もメイク道具ですね。雨傘です。ディズニーシー来る日が雨の予定でして、もう本当に悲しいけど、今でも仕方がないので、これ 3COINS で、このモサモサの水分取ってくれるのを売ってます。これならもちもついてるんで、結構ディズニー屋内と外を行き来するじゃないですか。なんでもこれだったらまだ使いやすいかなと。あと、先輩からいただいたハンカチ2枚が入っているのです。レーザーシート。開演待ちする予定とか、ショーみたいので、それを待つ予定とかがあるので、これは持ってきます。アイロンが2つありますね。これがまっすぐ巻くやつと、延長コードです。延長コードは本当に一回、持っていくようになったら、もうマジでやめられないというか、マジで便利です。この紙を紹介したいと思います。これ見てるだけでまとまってるように見えるのはすごいと思うほどの小物類が入ってるんですけど、ストローが入ってます。今の実践にね、そぐわなくて申し訳ないんですけど、ちょっと紙ストローが苦手なので持っていきます。ここにね、それを止めるかのように、髪の毛を止めるのがついてます。で、あとこちらが、いろいろ入ってる粒セットなんですけど、ここにね、ピカチュウの前髪ペンが入ってます。クレンジング、化粧水、導入化粧水、乳液、ムラさんですね。と、これが髪の毛、寝癖直しのスプレーです。で、美容液は後で入れる予定です。充電器とかも後で入れる予定のものも何個かあります。これが、ウェットティッシュの回と、これも1枚入りの父ちゃんのウェットティッシュの回と、メガネ拭きの回です。メイクキープミストです。と、これがちょうどぴったり入った、この、ペーパータオルの回と、後ろになけなしの絆創膏1つです。ビニールの回が、このプーちゃん柄のもの3つと、これ、ペットボトル2つが入るぐらいのサイズのものがここに入ってます。で、コンタクトですね。普通のコンタクト、ノーマルコンタクトとカラコンと持っていきます。これ、1日だけ、髪の毛を染められるケイトのものですね。マステです。帰りに貼って帰ってくるためのマステ。あとはスポンジが3つ分入ってます。1日目、扱う見た目ですね。
ゆうちゃんに会いに行く前にホテルでメイク直ししようと思ってるので、一応持ってきます。あとこれ最近ゲットしたんですけど、スマホを入れられるものですね。ちょっと一番下にマスクが2種類引いてあります。通常のマスクと、この灰色のマスクと持っていきます。これケープですね。蒸気で固いマスクが2つ入ってます。これはなんか贅沢旅にしようと思ってゆっくりこれ作ってみようと思います。こちら買ってですね、こちらが試供品というか試供品を買ったシャンプーと入浴剤ですね。水から取れるやつで、こっちは全体的に取れるもので、これがですね、濡れ髪を作るそのヘアスタイリング剤と、これが普通にヘアクリームですね。で、これの中にこっちが酵素洗を下にわかります？ヘアオイルを複数個入れております。この中がにじゅうちゃんのトートバッグですね。あと3キャップ。このリュックがにじゅうちゃんとかおたかつグッズです。そのつのトイちゃんとラフィーですね。あとはこのリュックが前回すごい便利だったので持っていこうと思います。この前ポケットにハードルですね。これさえあればなんとかなる。で、これ可愛い後輩ちゃんからいただいたハンドミスト。めっちゃいい匂いしますね。私はボールペンを常に持ち歩いてます。あとメイクはですね、とりあえずこれがあれば着薬はなんとかできます。ペーパータオル、で目薬、カラコンゼに必須です。こっちのメインの方がビニールを一応入れてます。これ袋有用で入れませんって言っちゃったけど、いやゴミ入れるのにやばいみたいな時あるじゃないですか。特に旅行だと耳栓が入ってますね。私大きい音があまり得意じゃないので、新幹線の中で例えば雑誌を iPad で読むとかってなったらその時に聞いたりとか、あとはディズニーのショー行く時とかもちょっと私は大きい音が苦手なので、パン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 っていう場所とかだったらでもこれつけてれば安心みたいな感じですね。で、またストローとなんとこっちに割り箸がついてて、ほんとエコじゃないです。財布です。大学1年の時に買って以来なんで、ちょっと汚れてるんですけど、全然ノーブランドのもので、この水色が私の好きな水色ですって感じで、ずっと使ってます。なんか長く使うともっと使いたくなりますね。ウェットティッシュですね、普通に手拭きたい時に使う。で、せっかくなんでディズニーで買ったこのチケットケースに、行きの新幹線のチケット、帰りはちょっとまだ時間が予定が決まってなくて、買ってないんですよね。本当に当日いつ帰ってくるかみたいな感じなんですけど、と学割証が入ってます。1日目の朝です。やったね。イエイ。朝ごはん買ってきました。1時54分発のこだま東京行きに乗ります。娘そうかな。なぜか超も新幹線の中でセブンイレブンで買った和風ツナマヨネーズとエビマヨネーズのおにぎりを食べます。旅行に行くときはたくさんの動画をダウンロードしておきます。この時は刀剣乱舞のミュージカルにハマっていて YouTube に無料公開されていた秀樹兄弟のミュージカルを見ています。11時47分、東京駅に到着しました。京葉線に乗り海浜幕張駅を目指します。ここの動く歩道に来るとディズニーに来た気持ちになります。このお店のプーさんの飾りが本当に可愛かったです。ここからさらに海浜幕張駅に向かって進んでいきます。ご乗車ありがとうございました。次は終点の海浜幕張、終点の海浜幕張です。3番線に到着、お出口。海浜幕張に着きました。シュマッツというお店にフィッシュ&チップスを食べに来ました。近くの成城石井で明日の朝ごはんとおやつを調達します。どこだ？ホテル探します。
ってきました。これですね。ホテルスプリングスって書いてあります。着きました。ですね。マンションみたいなとこ。ロビーがすごく綺麗で大きなホテルでした。2人でたっぷりできました。やる感じです。ホテルっぽいです。171。アップグレードしてくださって一人なのにツインです。我が息子たちです。幕張メッセに向かいます。幕張メッセに向かってやってるんですけど、これでいいんでしょうか。シリアル。思っていたより長蛇の列なので水分を確保します。アクエリアスを購入しました。見送りが終了してホテルに向かっております。帰ってきました。またもうすぐピストンで幕張じゃないね、前に向かいたいと思います。このね、新幹線からちょっと待ちにしてるんです。暑くて寒くてすごかった幕張メッセの会場なので、これを手に入れたくてもうすぐに買いに行きましたね。はい、できました。行ってきます。5時55分とかなの。やばい、今さ、私猛烈にさ、夜の海浜幕張駅です。海浜に降り立ちました。この広告もディズニーに来た高揚感を感じます。ですが、そのままエクスピアリには行かずに舞浜駅にあるニューデイズに行くみたいです。こちらディズニーにあるお土産のパスタスナック、この中身のトマト味です。こちらが大好物です。ディズニーに来るといつも買ってしまいます。大阪は見つけられないです。エクスピアリのフードコートにオムライスを食べに来ました。人生初のパッカンオムライスです。この奥にあるご飯屋さんもいつか行ってみたいです。私のお風呂に入れる気が出るのに。ボンボヤージュでサイン帳が売り切れていたので、ダイソーでスケッチブックとマッキーも購入しました。食べ先だとさ、無性に。ホテルに戻ってきました。無事にお風呂にアヒルを浮かせてリラックスタイムです。夜で明日は早いので寝たいところですが、お腹が空いたのでホテルで夜のおやつパーティーとします。蒸気でホットアイマスクをして眠ります。おはようございます。時刻は5時5分ぐらいです。無事起きることができたので、ぼちぼちゆっくり用意していこうと思います。行ってきます。そんなにね、言うほどめちゃくちゃに降ってるってわけではないです。ただ寒いんです。開園待ち中に食べる朝ごはんもゲットしました。海浜幕張駅から京葉線で舞浜駅に向かいます。電車で18分の旅です。ご注意ください。京葉線東京行きに乗ります。朝早いこともあり、まだ人はまばらです。リゾートラインに乗ってディズニーシーへ向かいます。人の少ないリゾートラインは初めてでテンションが上がっています。パ
早く入る前にリゾートライン乗るとより嬉しくなります。ご利用の際はベルトにつかまる黄色い線の内側にお乗りください。この頃はまだ1年前くらいにトイストーリーホテルが開業したばかりなので、リゾートラインがトイストーリー仕様になっています。今はファンタジースプリングスができて、シーに行くリゾートラインが混んでいるので、これほど空いていることはしばらくなさそうです。東京ディズニーシーステーションに到着しました。東京ディズニーシーへようこそお越しくださいました。開園待ちをしに行きます。人が多くないので、どの列に並ぼうかゆっくりと探しています。8時30分、入場が開始します。みんなと同じようにトイストーリーに向かいます。8時36分、トイストーリーマニアに並びます。トイストーリーマニアに並んでいる最中に抽選をしました。ピック&ビート無事当選です。終了する前にもう一度見に行きたいです。8時50分、乗り場まで来れました。シューティングゲームはことごとく苦手です。トイストーリーマニアが終わり、ゆっくり歩いている時によりディズニーに来た感を感じます。私は乗れません。リトルグリーマンを買いに行きます。ハドソンリバーハーベストというところに買いに行きます。自販機コレクションです。マリーちゃんがいました。こちらがリトルグリーマンです。中身はカスタード、イチゴ、チョコで、他はみんな同じなので中身は食べてみるまでわからないです。その可愛らしさからインスタで話題になりました。次に行きたいところに行くべく歩いています。ダッフィーのグリが終わり、次はミッキーに会いに行くために歩いています。少しでも楽したくて、少し戻り電車でミッキーの方面に行くことにします。走行中は立ち上がらないようお願いします。おそらく浮輪マンの列です。10時13分、ミッキーのトレイルの列に並びます。これ毎回撮ってしまいます。10時36分、ミッキーのグリが終わりました。そしてそのままミニーちゃんのグリに行きます。トレイルのグリを終えてサルミアの方に戻り、メダルの作成をします。ビリーブのメダルが欲しかったらしいです。雨は降っていますが、お昼のショーが中止アナウンスが出なかったので、ショーを見るために電車で入り口方面に戻ろうとしています。先ほどは内側の席に座ったので、今度は右側に座りました。
アクアトピアは子供の頃数少ない乗れるアトラクションでたくさん乗っていました。雨が降っていたこともあり、直前でも最前列で見れました。この日は雨が強くて、ショーも傘を差しながらでも OK でした。ランチが終わり、当たり前のようにケープコッドに吸い寄せられます。来すぎて、ここの音楽を聴くと休日だと体がリラックスするくらいです。この日はかなり寒かったので、普段飲まないホットドリンクを購入しました。マーメイドラグーンに来ました。この時はまだ休止中のリトルマーメイドのシアターでランダムなグリーティングが行われていたので、そちらに行きました。1回500円の有名なガチャガチャを回します。回すのすら特別という感じがして楽しいです。アラビアンコーストの方へ向かいます。キャラバンカルーセルに乗ります。成人してからメリーゴーランドも乗れるようになりました。マジックランプシアターを見に行きます。終わって奥にあるアトラクションを目指します。子供の頃はほとんど乗らなかったのですが、大人になってからハマりました。ティポトルタのチョコ味です。これ本当に私好みで美味しいです。また食べたいです。トレイルのミッキー2回目来ました。ミッキー2回目来ました。ビッグバンビートに急いでいきます。マジで急いで。抽選に当たったビッグバンドビートを見てきました。スペシャルトリート、音楽を歌う私には分かりやすくて好きです。一気に外が暗くなりました。当たり前のように吸い寄せられるようにまたケープコッドに戻ってきました。ダッフィーとのグリが終わってビリーブを見に行きます。雨が降っていますが夜のショーもやってくれるみたいです。ちなみに傘さして OK でギリギリに行ってもかなり前で見れました。人生初のビリーブ楽しんできます。どうか願いが叶いますように。終わりました。母にプーさんのぬいぐるみを頼まれていて、ボンボヤージュでないと買えないかと思っていましたが、昼間にマーメイドラグーンに可愛いお顔のプーさんを見つけたので、まだ残っていたらお迎えしたいと思い向かっています。マーメイドラグーン内にあるお店に到着しました。無事購入することができました。
ど花火もしてくれました。夜景を見ながらホテルに戻ります。リゾートライン JR でホテルまで戻ります。無事人生初のサインももらうことができました。おはようございます。今日は最初の予定では始発で帰ってそのまま京都の大学に行く予定だったんですけど、無事欠席を勝ち取りゆっくりと大阪に帰ることにします。ホテルも楽しんだのでチェックアウトします。このまま東京駅に行くのではなく、ボンボヤージュをおかわりしに行きます。またメダルを作りに行きました。ボルトさんの100周年のデザインを作ります。帰宅します。2泊3日編お付き合いいただきありがとうございました。ということで皆様ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まずは2泊3日の20ちゃんの巡りとディズニーシーいかがでございましたでしょうか。ぜひこれからも見ていただけるという方、休憩しながらゴロゴロしながら見ていただけたらなと思います。編集してても疲れるので見ている方はもっと疲れてしまうのではと懸念しておりますが、全部まとめて編集すると私が勝手に決めてしまい長尺になってしまいました。好きなところだけ見ていただけたら嬉しいです。ではこれから8泊9日の卒業旅行編を始めます。こちらは3月上旬にこちらも一人で行った旅行です。ここからまだ1時間ほど尺がありますが、ゆっくりお楽しみください。では皆様まだまだお付き合いをお願いいたします。ちなみにこの旅行と旅行の間に名古屋旅行に1泊2日で行っているのですが、そちらは他の動画にしてありますので、もしご興味があればそちらもよろしくお願いいたします。では続きをどうぞ。2泊3日の旅行を終えて3日後、私は新大阪駅におります。次の旅行のための新幹線のチケットを発見しに来ました。名古屋旅行用のプラットこだまのチケットを機械で発見しました。次は東京旅行のチケットを発見しに行きます。無事発見することができました。今回はのぞみで行きます。小さいサイズの服の型紙を取っています。何ができるでしょうか。くしゃくしゃの布をアイロンにかけていきます。できました。何の衣装かお分かりになるでしょうか。正解はダッヒーのセーラー服です。2着目も制作していきます。トレイルのミッキーの衣装を作りました。おはようございます。始発の新幹線に乗るために朝4時に起床しました。朝一に来たので改札のシャッターが上がるところも見ることができました。改札が開く瞬間も見ることができます。もちろんキオスクも開いていないです。6時発、始発の新幹線です。すでに止まっていますが、まだ扉は開いていません。14号車に乗ります。朝6時出発しました。まだ外も暗いです。寝ていたらすでに8時です。外も明るくなってきました。山手線が見えてきました。もう都会です。山手線を見るとインターンに行きまくっていた時を思い出します。東京駅に到着しました。再び歩く歩道に来ました。やはりここに来るとテンション上がります。
前回来たお店もまだ閉まっていました。ということで、舞浜に戻ってきました。約3週間ぶりです。舞浜駅にあるディズニーのガチャガチャ、いつか回してみたいです。ビッグブクロークさんというお店とかホテルで荷物を預かってくれるサービスがありまして、舞浜駅直結のホテルドリームゲートさんもそちらのサービスの加盟店で荷物を預かっていただけるので、そちらを利用させてもらうことにしました。800円で大きいサイズも1人で持てるサイズなら預かってくださって、当日私が預けた時は出し入れ自由で預かってくださったので、大変助かりました。荷物を預かっていただくためにホテルに向かいます。無事に預かっていただくことができました。実は今日は全泊でインする予定もないので、とりあえずイクスピアリに行きます。朝ごはんを食べに来ました。まだまだトイストーリーのリゾートラインが走っています。かわいいです。リゾートラインを一周して楽しむことにします。早速1日乗車券を購入します。まずはビリーブの絵柄を購入しました。このイラストの前で子供の頃よく写真を撮ってもらっていました。無限に100円玉があれば無限にガチャガチャしたいです。卒業旅行初のメダルを作ることにします。まずはリゾートラインのメダルを制覇します。最初はリゾートライン駅です。この時はまだ建設中のファンタジースプリングスホテルです。いつか泊まってみたいです。そのためには働かないと。リゾートラインステーションを抜けてディズニーシーの後ろ側を走ります。ディズニーシーステーションで下車しました。メダルを集めるために今回入れるホテルにも集めに行く予定です。その前にディズニーシーの雰囲気を感じに行きます。早速ディズニーシーでメダルを作成します。ギフトカードを買いに行きます。無事にゲットできました。中身は後ほど出てきます。隙あればリゾートラインを取ってしまいます。ホテルミラコスタに来ました。駐車場から入ります。なぜなら駐車場側のオブジェクトを見たかったからです。ミラコスタのメダルを作成します。ここにシーを見れるフォトスポットがあって行きたかったのですが、私がいた期間はすべて閉まっていました。再びリゾートラインに乗ってリゾートゲートウェイステーションに戻ります。
サダーホテルにある噴水です。勢い強くて好きです。イクスピアリには ABC マートもあります。子供の頃は来たことがなかったので知らなかったんですけど、ショッピングモールとしてもかなり一日いて楽しいです。そのままアンバサダーホテルに進んでいきます。シェフミッキーいつか行ってみたいです。シェフミッキーでミッキーに会うことを人生でやりたいことの一つです。ホテル限定の缶バッジを買いに来ました。チックタックダイナーにパンを調達しに来ました。ホテルの紙袋かわいいです。ベンチで集合写真を撮りました。サービスセンターで購入したものです。中身はギフトカードです。2万円分購入しました。1000円がミッキーで500円がドナルドです。お釣りも出ます。またメダルを作りに来ました。アンバサダーホテルの柄をどれにしようか悩んでいます。アンバサダーホテルのコンビニでお菓子も調達しました。ランドステーションに来ました。ということは、次はランドホテルに行きます。当たり前のようにメダルを作っていきます。ここでも見せびらかしています。ディズニーに飾られているポスターが好きで、これからもちょくちょく出てきます。また回しに来ました。今度はランドホテルのメダルを作ります。ランドホテルの裏側を道路に向かって歩いています。こちら車で来られる方がよく動画やブログに載せられていて、一度来てみたかった場所なので来れてよかったです。またランドホテルに戻ってきました。ベイサイドステーションを降りて道を進んでいきます。昔泊まったホテルに来ました。卒業旅行なので思い出巡りも今回のテーマです。イクスピアリに戻ってきてドーナツを食べます。一度ホテルドリームゲートさんに戻り荷物をもらって舞浜を後にします。続いてやってきたのは船橋ララポートです。この時点でかなり時間が予定より押していて、やりたいこともいくつか諦めているのでかなり焦っています。
ディズニーストア東京ベイ店にやってきました。こちらであるものを受け取ります。無事に受け取ることができました。こちらが紙チケットです。今回の旅の思い出に1枚紙チケットが欲しいと思い予約しておきました。イクスペアリにあるディズニーストアでは受け取り不可だったので、こちらのディズニーストアまで受け取りに来ました。バスに乗っています。真っ暗な住宅街を歩いています。温泉までのバスを乗り過ごして時間を短縮するために歩いています。見えてきました。温泉に到着です。今はもう閉まってしまいましたが、浦安にある大江戸温泉物語に来ました。美味しいクレープも手に入れました。クレープ大好きです。いちごオレを片手に今度は温泉の送迎バスに乗ることに成功しました。イクスペアリから花火を見るために舞浜に戻ってきました。旅行中、花火を見ることは叶いませんでした。今度こそ舞浜を出て今夜泊まる場所へ行きます。一泊目はホテルではなくて家族の家に泊まらせてもらいました。おはようございます。家族の家の近くのセブンイレブンに行っています。ハリーポッターの舞台のチケットの発見をし忘れて急いで発見しに行っています。朝ごはんも調達しました。泊めてもらっていた家族の家を出発して本日のお宿に向かいます。値段とやりたいことを考慮して今回は浜松町のホテルを取りました。赤坂のホテルは豪華で高かったです。浜松町駅で降りてホテルに向かって歩いています。ここから2泊三光院さんにお世話になります。荷物をホテルに預けて出発します。有楽町、東京の街の中で今のところ一番好きです。たくさんの劇場と広い皇居があって歩いてるだけでとても楽しいです。ということで赤坂にやってきました。本日の予定はハリーポッターの舞台を見ることです。階段を登って劇場に向かいます。カフェは今日の分の予約を取れなかったので明日来ます。魔法どころにたくさんグッズが販売されています。ベンチでお昼ご飯を食べます。今回は向井理さんの回を見ます。見終わりました。楽しかったです。具体的な感想はラジオを先に聞いてくださっている方はご存知だと思いますが、ラジオで語っておりますのでよろしければ聞いてやってください。日本放送です。東京はそこら中に聞いたことがある企業がたくさんあって歩いているだけで楽しいです。ホテルに戻ります。本日は201号室に泊まります。すごく綺麗で使いやすい配置で居心地が良かったです。しかも独立のお風呂、トイレです。ホテルといえばたくさん食べるということで食べていきます。ただいまの時刻6時でございます。夜の6時ですね。舞浜に行きたくなってこれが一人旅のいいところですよね。行ってきます。アンコール・ザ・モーメンツ展は後日登場しますのでお楽しみにしててください。ダイソーで物資調達もしました。ラッフィーの1日乗車券を手に入れることに成功しました。まさか6時台にフリー切符を買うなんて。ミラコスタのコンビニでディズニー柄のアクエリアスを手に入れました。フリー切符を買ったのに歩いています。またボンボヤージュでメダルを作っています。ずっと気になっていた鏡を手に入れてご満悦のようです。今日も中止です。
ゆっくりとベンチで休んで帰ることにします。と、その前にこちらにやってきました。東京駅です。本日3月3日は 18,856 歩歩きました。ホテルに戻ってきたら10時でした。今回 Chromecast も持ってきたので、ホテルで YouTube を楽しみます。ディズニープラスでトイストーリーも見ます。ただいまの時刻8時52分でございます。カフェの予約が11時45分からで、11時までにここに戻ってこれば間に合うので、レンタルチャリ借りて東京タワー向かいたいと思います。レッツゴー。無事レンタル自転車を借りることができました。自転車を走らせているとお寺を見つけました。目的の芝公園に着きました。よくドラマで見ます。歩いていたらアタック25の予選会場を見つけました。何でもありますね、東京。タリーズで朝ごはんもゲットしました。ホテルに戻ってきてトイストーリーの続きを見ています。ただいまの時刻11時です。今からハリーポッターカフェに行ってきます。レッツゴー。ということで再び赤坂に戻ってきました。狙っていたヘドウィークケーキを食べます。お土産コーナーも見に行きます。そして次の目的地へ行きます。小田急多摩センターへ来ました。駅がずっと楽しくて全部がサンリオでデザインされているみたいな。ここを眺めているだけでも相当楽しいです。あまり下調べをしてこなかったので、この時点ですでにかなりテンションが上がっています。行くまでの道もサンリオだらけの可愛い空間です。ということでサンリオピューロランドに来ました。私は14時から入れるレイトのチケットを購入しました。チケットさえ可愛くて感動しています。チケットのデザインに運命を感じ、ポムポムプリンのグリの整理券をゲットしました。そのままご飯を食べに来ました。美味しかったです。並びます。いただいているお客様にご案内いたします。またライドはただいま。こういうキャラクターがたくさん出てくる絵柄、たくさんの画風が大好きです。ポチャッコの整理券もゲットしました。グリーティングが終わりました。
さんに預けていた荷物を取りに来ました。大家好，三丽鸥彩虹乐园今天的营业到此结束。帰ります。ダッフィーへ初めてお手紙を書きました。ところで、時は進みまして、現在2024年の1月です。今編集してるんですけど、まさかの渡してなくて、この手紙、私今まだ手元にあります。中身はこんな感じです。多分他の手紙を渡したんだと思っていて、これは渡していないか忘れていたのかわからないですが、まだ手元に残っています。じゅうちゃんが出ていた音楽番組を見て寝ます。おはようございます。からセレブレーションホテルの朝食ビュッフェに行きます。バイバイヘア。荷物を集めました。結構寒いです。チェックアウト自動じゃなくてやってくださいました。ありがたいです。浜松町駅を出発します。1階だから階段来なくていいかも。めっちゃ京葉線に乗ります。葛西臨海公園駅に到着しました。葛西臨海公園内にあるホテルにこれから4泊します。バスに乗ってあるところに来ました。ディズニーの公式ホテルセレブレーションホテルに来ました。ジャングルクルーズです。セレブレーションホテルの朝食食べ放題を食べに来ました。食券を機械で買うだけで宿泊者でなくても利用できるので、ディズニー気分を朝食で味わいたい方におすすめです。この旅行唯一の気持ちばかりの野菜も食べます。セレブレーションホテルでもメダルを作ります。セレブレーションホテルは道路を挟んで2棟あるのですが、朝食バイキングが入っていない方のホテルに散策に向かっています。ウィッシュ島に着きました。プーさんのオブジェクトもありました。バスに乗って新浦安駅に戻ります。新浦安駅で東京行きの京葉線に乗り舞浜に行きます。当たり前のようにイクスピアリに戻ってきました。4days のフリー切符を購入しました。リゾートラインの先頭席に座ってみたので、しばらく景色をお楽しみください。
station. Please disembark here for JR Maihama Station, Experian, and the Disney Ambassador Hotel. Please exit to the left. 何回目だっけ？ 6回目。ランドの手荷物検査を通り抜け、ゲストサービスのカウンターに行きます。こちらで追加の商品券を買いに行きます。追加で2万円購入しました。前回の旅行で買えなかったサイン帳も購入することができました。アンコール・ザ・モーメンツ展に行きます。イクスピアリの展示会場に行くのはこれが初めてです。ということで、ダイジェストで撮影 OK だったところの写真をお楽しみください。終了しました。楽しかったです。また展覧会行きたいです。最近だとファンタジースプリングス展をしていたり、不定期で開かれているので、ご興味がある方はぜひ行ってみてください。ホテルに着きました。本日から4泊お世話になります。勢いとノリで15時から入れるチケットを取ってしまいました。30分前から開園待ちをします。私が行った時はミニバスティーズのイベントの期間中でした。お店でプーさんのトレーナーを購入しました。ランドではこれを着て小中プーさんにアピールしたいと思います。ショーの場所取りをしに行きます。ホーンテッドマンションの謎解きセットを買いに来ました。いつはスモールワールドに乗りに行きます。アメバージョンのジャンボリーミッキーを見に来ました。ウッドチャックの方面に進んでいきます。この頃はまだコロナ禍明けてグリ再開してデイジーとドナルドは選べなくてランダムでした。エレクトリカルパレードを見るためにトゥーンタウンに来ました。ミッキーのグリーティングに行きます。ミニーちゃんにも会いに行きます。最後にプーさんのハニーハントに乗ります。帰ります。感覚的にこのホテルからディズニーに行かれる方が少ないのか、駅を降りてからは人が一気に少なくなって公園の中を歩いていきます。本日は3万歩も歩きました。おはようございます。今の5時ぐらいですね。すごい雨降った形跡。シーまではリゾートラインを使わずに歩いてみます。入り口が見えてきました。まだリゾートラインも閉まっています。入り口に向かいます。一番前で待機をします。アーリーの方たちの入場が始まりました。ここから先はキャンパスデーパスポートを使用して入場します。一般も入場が始まりました。いつものようにトイストーリーマニアに向かっていきます。朝一なのでまだまだ空いています。
並んでいる間に Believe の DPA を購入しました。人生初の DPA です。いつでも下手です。いつものようにリトルグリーンマンを買いに行きます。無事にリトルグリーンマンを手に入れることができました。ダッフィーのパーカーを手に入れました。これでダッフィーにアピールをします。他のお土産はロッカーに預けておきます。シェリーメイちゃんに会いに来ました。そのままダッフィーにも会いに来ました。ご飯を手に入れてジャンボリーミッキーの会場に来ました。そのまま抽選のいらない初回をはしごして BBB を見てきました。エレクトリックレールウェイでトレイルに向かいます。一旦休憩です。ミニーバスティーズのハーバーグリを見に来ました。またまたダッフィーに会いに行きます。外に出たらミスバニーとトンスケがいました。このイラストすっごく可愛かったです。夜ご飯を食べて今日は終わりにします。おやすみなさい。夕焼けで初めて。夕焼けじゃないか、朝焼けか。今日はランドに行きます。並びます。1時間ほどで美女と野獣終了しました。ポストカードにサインしてもらいたくて細いマッキーを購入しました。スプリングロールを食べます。ウッドチャックに行きます。ご飯食べてドナルド狙いで再びウッドチャックに行きます。この旅行でバスティーズのダンスかなり踊れるようになりました。この時はフリーグリーティングはサイン解禁前だったのでこちらでコンプリートです。
3月7日、本日は 19,385 歩歩きました。おはようございます。本日はインする予定はありません。グリーティングの様子をうまく撮影する方法をずっと待ち時間に検索し続けていて、3COINS でスマホ用の首掛けショルダーを購入しました。これがあれば両手を離してグリの様子を撮影することができるはずです。お昼ご飯はイクスピアリのフードコートでうどんを食べました。本日のメインイベント、美女と野獣です。劇団四季の舞台を見に行きます。舞浜の舞台は丸くてどの席からでも見やすいです。幕間にロビーで販売されていたサンドイッチを食べます。ジュースも手に入れました。観劇が終わってリゾートラインに向かっています。ランドに来ました。またウッドチャックに来ました。また戻ってきました。またミニーちゃんに会いに来ました。最後に It's a Small World に乗りに来ました。帰ります。3月8日は 17,061 歩歩きました。おやすみなさい。おはようございます。朝の6時です。今日も歩いていきます。前から2列目を確保しました。今日はトイマネに行かずに写真撮影をします。しばらくお付き合いください。開園直後はトイマニアサーリンセンターオブジアースに行かれる方が多くて、他はアトラクションが動いていないこともあり、朝この辺りは空いています。マーメイドラグーンもこの時間は無人です。アラジン方面も無人です。ハンガーステージでいつかショーを見てみたいです。朝一番に一人で船に乗ります。ここからしばらく貸し切り船の映像を流します。先を見たい方は3分ほど飛ばしてください。千夜一夜物語を思わせるエキゾチックな世界です。
った秘密基地です。前方に広がるのはメディテレーニアンハーバー。ここは美しい南ヨーロッパの街並みが心に残るロマンティックな港町です。ジャンボリーミッキーの初回に来ました。このまま BBB を見に来ました。端っこの前列にはまっています。吸い寄せられるようにケープコッドに来ました。最後にシンドバッドに乗ります。最後にご飯食べて帰ります。おやすみなさい。おはようございます。なんとこれだけ続いた旅行も最終日です。正確には今日後泊して明日帰るのですが、明日は帰るだけなので、お楽しみは今日までです。今日は開園ダッシュに参加せずに入り口ドーナツを食べますで朝ごはんを食べます。たくさん通ったケープコッドの景色です。今日は一番客で待機します。ここで問題が起きました。私のしていたコンタクトが片目落ちてしまい、コンタクトの替えもメガネもなかったです。しかも私は裸眼だと視力が 0.01 です。ホテルに荷物を取りに行くか眼帯を買いに行くかを迷ってイクスペアリに眼帯を買いに行くことにしました。ただでさえ最終日なのにダッフィーと会える回数が減ってしまい、この旅行で初めて泣きそうになる私です。
のダッフィーとのグリーティング、ダッフィーに4月から社会人になるから頑張れる動画が欲しいとお願いしました。帰ります。と、その前にザンビーニでご飯をいただきます。今日はグリーティングに集中してご飯をあまり食べれていませんでした。荷物をまとめて家族の家に今日は後泊させてもらいます。本編はここまでです。最後にフォトサービスの写真とグリーティングの回数まとめを出します。ご興味がある方はこのままもう少しお付き合いをお願いいたします。グリーティングの回数のまとめなんですけれども、ダッフィーが14回、ミッキー13回、ミニー11回、ドナルド9回、デイジー5回、シェリー・メイ4回で、ディズニーに7日間合計で行きまして、合計56回のグリーティングをしました。ちなみにダッフィーのフォトサービスの枚数は375枚です。見てくださった方、本当にありがとうございました。また普段の Vlog などの投稿も再開していきますので、もしよろしければ見に来てください。本当に皆様ありがとうございました。ではまた次回の動画でバイバイ。